通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、現在開催中となっております2025年全米オープンからの話題になります。こちらね、テニスの大会になりますが、この中でとある選手が子供のファンに自身の帽子を差し出したところ、それを横にいる大人が横取りするという場面がカメラに捉えられました。するとですね、この映像が大変拡散されまして、この男の身元が割れた結果、それがとある会社の CEO だったということで、現在ですね、これ会社もろとも大炎上してしまっています。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこちらご覧になりましたか？現在ですね、超拡散されております。全米オープンのね、とある一場面です。ここでね、こちらの選手が、こちらに見えております。子供のファンにその帽子をあげようと、この帽子を差し出すんですが、こちらにいる大人に、それを横取りされてしまうんですね。するとですね、これに起こったネット民が、この2人の身元というのを特定いたしまして、現在大騒動に発展しています。全米オープンで大人の男が、恥知らずにもテニススターの帽子を子供から奪う。全米オープンで、ポーリッシュのテニススター、カミル・マイクシャクがスタンドの子供に渡した帽子を、大人の男が奪う様子が撮影され、拡散されて話題になっている。ということで、こちら本日ね、何度も登場します。ポーリッシュとあります。こちらが本日のキーワードになります。polish。ということで、こちらね、ほとんど日本語のように使われたりもしますが、研磨という意味になるんですが、本日はこちらの意味になります。ポーランド、その国民、またはその言語。ということで、こちらね、ポーリッシュというのは、ポーランドのという意味になります。ポーランド人とか、ポーランド語ということですね。要するに、ジャパンに対してのジャパニーズみたいなものです。で、この変形方法に関してはですね、完璧な法則というのが存在しないんですね。ある程度の傾向っていうのはあることはあるんですが、絶対の法則というのが存在しないんですよ。例えばね、アジア圏で言いますと、まさに日本がそうですが、語尾にね、ease がつくケースが多いような気はしますが、例えば、China に対して Chinese とか、ベトナムですね、ビエトナムに対して Vietnamese とかね。ただ一方で韓国って違うでしょ。コリアに対してコリアン。タイに関してはこれタイランドと言いますが、タイ人もタイ語のこともタイというんですね。語尾に何かがついて変形するということはないんですよ。あとこちらね、ポーランドもそうですし、あとデンマークはね、デーニッシュ。フィンランドはね、フィニッシュと変形するので、ヨーロッパだとイーシュという傾向がね、強いようには見えますが、やっぱり例外もあるんでね。だから結局のところこれね、一つ一つ慣れながら覚えるしかありません。だから今日はね、こちら、ポーランドはポリッシュになると一つ覚えていってくださいね。ということで、こちらは全米オープンでポーランドのテニススター、カミル・マイクシャクがスタンドの子供に渡した帽子を大人の男性が奪う様子が撮影され、その映像が拡散し話題になっている。SNS で急速に拡散した動画では、全米オープンの観客席でカミル・マイクシャクがカレン・ハチャノフに勝利した後、子供に渡した帽子を男性が奪い取る様子が映っている。マイクシャクはファンにサインをしている最中で、帽子を子供に手渡した直後、その男性がそれを奪い、素早くバッグに隠す。その後男性は子供を完全に無視し、マイクシャクにサインを求めた。マイクシャクはこの盗難には気づかなかったが、後に SNS でこの件に触れ、もともと帽子を渡すはずだった少年を特定しようと呼びかけた。彼はインスタグラムに試合後、僕の帽子があの少年に渡らなかったことに気づいていなかったと投稿。その後マイクシャクは少年が無事に特定されたと明らかにした。ということでね、こちらね、もうこの映像を見ると何が起こったかというのはもう説明不要なんですが、現在ね、開催中となっております、テニスの全米オープン2025年大会ですね。ここでね、こちらに見えておりますが、非常にね、名前が難しいカミル・マイクシャクさん。この方ね、ポーランド出身なんですね。つまり、ポリッシュなんですよ。こちらに見えております、この方ですね。で、試合後にね、みんなにサインを求められ、この子にね、自身の帽子をあげるんですよね。なんですが、その帽子をこのね、左におります、大人の男性が、もう本当にね、文字通りの強奪をします。で、明らかにですね、その後、自身がね、何をしたかというのは分かっている様子で、一切子供に目を合わせないんですね。そして最後には、そのペンをね、子供に渡して、これでいいだろうと言わんばかりに、帽子をそのまま持ち帰ってしまったと。で、その後ね、この時に気づかなかったという、こちらのね、マイクシャク選手は、さっきの子供ね、特定してくれないかと、ネットに頼んだんですね。そして見事にこれが特定され、で、その後ね、こちらに見えておりますが、サイン入りのキャップとね、その他の記念品を送りましたと。こういった話だったんですね。なんですが、当然ね、ネットがここで終わるわけないんですよ。全米オープンで帽子を奪った人物は、ここね、ポーランドの CEO と判明。この金持ちはマナーがなっていない。全米オープンでテニスのスターカミル・マイクシャクのサイン入り帽子を少年から奪ったとされる横柄な男性は、ポーランドの大富豪、ピオトル・シュチェレクであることが判明した。木曜の夜、第9シードの
カレン・ハチャノフに勝利した直後、この事件が起きたが、マイク爵は当初、この騒動に気づいておらず、土曜日にポストの取材に対し、シュチェレクの身元を確認したと述べた。明らかに何らかの勘違いだったんだと思う。とマイク爵は語り、そしてここです。さらにシュチェレク氏が、ポーランドのテニス連盟のスポンサーであることも付け加えた。ということでね、もしかしたらね、こういった背景があったのかもしれませんが、このマイク爵さんはですね、あいつはひどいやつだとはさすがに言えなかったんでしょうね。なんか勘違いだったんじゃないかなと、このように言っていると。でやっぱりね、あの帽子というのは明らかにね、子供に渡そうと思っていたようですね。指さして帽子を渡そうとしていたんだけど、試合直後で本当に疲れていて、それで勝利の興奮もあって、いろんなことが一度に起きていたんだ。単純に見落としてしまった。ぼーっとしていたというか、わかるでしょ。多分あの男性もその場の熱気と感情のまま動いてしまったんだと思う。ポーランドの塗装会社、これねまた読み方難しい、ドログブルグの CEO であるシュチェレクが木曜夜のライブ放送中に貴重な帽子を少年の手から奪い取ったように見える場面が映し出されたと報じられている。報道によるとシュチェレク氏はその帽子を妻のバッグにしまう様子が確認されており、ファンの少年はショックを受けた様子で抗議していた。事件後、この行為に対する非難が殺到。シュチェレク氏は SNS アカウントを全て削除したとスペインのメディアマルカが伝えている。ね、SNS 全て削除して逃げちゃったと。これなんかどっかのゲーム会社で見たような気がしますね、最近。さらに、ポーランド国内でも強い反発が起き、求人サイト上で彼は、ゴミ、ただの泥棒、詐欺師、恥知らず、などと痛烈に批判されている。子供の手から帽子を奪うなんて、クズにしかできないことだ、と求人サイトのユーザーの一人は書いている。別のユーザーはこうコメントした。品格はお金で買えないんだよ。もし自分が顧客だったとしても、もう彼の会社は絶対使わないね。そして最後にはこんな声も出ている。そんな人なら私からも何かを盗むんじゃないかって心配になるよ。今回のねこの男性は責任ある立場ということで、こんな人物が CEO なら何するかわからないと。で今回特定されているこちらの男性の会社というのは、横にいましたあの女性と夫婦のようで、1999年に妻と共に立ち上げた会社なんだそうです。そしてポーランドでは業界トップになっているそうなんですね。でこれまでねポーランド人のテニス選手というのを支援してきたそうなんですが、今回の件が起きまして、その信用が一気に失われてしまっていると。ねえ、帽子一つで高い代償になりましたね。で今回の件はね、SNS で拡散され続けているわけですが、こちらでもねこの夫婦大炎上してしまってます。こんな感じでね、ここに見えてる2人がそうですね。でね、今回の一件がなんでねここまで炎上するのかというのは、このね観客席でのボールやねグッズのやり取りというのはコンテンツ化されてるんですね。皆さん X や YouTube とかでも見たことあるでしょ。例えばね、こちらも非常に有名な動画になりますが、ここではね何が起こっているかというと、野球選手が観客に向けてねボールを投げました。でそれをね若い男性がゲットするんですが、その目の前にいた男の子にそのボールプレゼントするんですよ。するとね、その後ホームランのボールがその男の子の元に飛んできまして、その男の子何をしたかというと、さっきもらった男性にねそのボール返すんですよ。欲張って2つ持って帰ろうとしないんですね。これがこう一つの美談としてもうコンテンツ化してね拡散されていると。一方ね、これも非常に有名な動画です。やっぱりこちらもね観客席の子供にボールというのが投げられるんですが、そのボールをね横にいた大人の女性が奪い去っていくんですよ。でこれもねもう散々叩かれました。大変なことになったんですね。つまりスポーツの観客席におけるこういったやり取りというのは一つのねジャンルになっておりまして、今回はその最新の一例ということで非常に拡散されやすかったというわけです。すごいね人気コンテンツなんですよ。なので観客席でねその子供から帽子や記念品を奪うというのはもうご法度なんです。大体これカメラに撮られて拡散するんでね。だからもしかしてね今回のこの CEO というのはSNS やってたなんて言われておりますが、実際は自分で運用していなかった可能性ありますね。 SNS やってればまず見てると思うんで、こういった映像恥を知れ、ひどいカップルだ、信じられないよ。彼はこの子供から帽子を奪ったことを一生忘れないだろう。残念ながら子供も一生忘れないだろうけど、少なくとも子供は報われることになるだろう。家族全員がどうしようもない。恥を知れ。インターネットは何をするべきか分かっています。彼を逮捕しろ。その男は身元を特定され窃盗罪で起訴されるべきだ。それはほぼ窃盗なんじゃないだろうか。あの帽子は明らかにその子供に渡すつもりだったんだ。あんなふざけた態度を取るならこういう試合への入場は禁止されるべきだ。はい、ということで本日はですね、現在開催中となっております2025年全米オープンで観客席の男性が子供から帽子を奪ってしまったため、その信用を全て失ってしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。
いやー、あの状況でね、観客席、カメラに撮られているというのを、おそらく知らなかったということですよね。このね、観客席のやり取りっていうのは、繰り返しになりますが、もうほんとね、すでにスポーツ系の動画ではコンテンツ化されているので、一つのジャンルとしてね、これはね、高くついちゃいましたよね。で、当の本人ですが、現在ね、SNS を消して逃亡中というように報じられておりますので、これに対しての声明などはまだ出ていません。ただね、かなり大きい会社の CEO ということですので、このままだんまり決めて逃げ切るというのは難しいんじゃないかなという気がするので、今後のね、動向には注目しておきたいと思います。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。